はい、皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。完全感覚ベーカーです。本日のパンはお惣菜パン、ハムを使ったハムロールを作っていきます。このパンのポイントはバラに見えるような成形の方法をご案内したいと思います。見た目にも華やかでね、褒められるようなレシピになってますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本編はこちらです。どうぞ。はい、それでは本日のレシピはこんな感じになってます。ポイントとしては、今回はね、卵をしっかり使って軽い食感の生地に仕上げていきます。それではね、生地を作っていきます。ではまずは強力粉ですね、入れていきます。今回もカメリアという品種を使ってます。強力粉はもちもちした成分が多い粉なので、これが多いとね、結構水分が奪われる系の生地になっちゃうんですね。なので今回は薄力粉もブレンドしてさっくりとね、口どけいい歯切れいい生地に仕上げていきます。そうしましたらお砂糖を加えて、あとはインスタントドライスですね。パン発酵させる菌です。そしてお塩も入れていきます。あとは卵を使いますね。卵が入る生地はさっくり感が増します。極端に言うとね、シュー生地みたいな軽いね、生地に仕上がります。そして牛乳入れていきます。これでね、生地自体もしっかりと食感があってね、存在感があるような仕上がりになります。では混ぜていきましょう。ひとまとまりになるまでぐるぐるします。ではひとまとまりになりましたらこねていきます。生地のこね方は、まずは半分にね、畳んでぐっと体重込めて遠くまで伸ばします。また半分にして遠くまで、これを繰り返していきます。最初はね、ベタベタつながらない状態なんですけども、こねていくうちにね、まとまっていくので、続けてやっていきましょう。暑い夏の時期ってパンの需要が落ち込むんですね。やっぱりパサついたり口の中の水分がね、奪われると夏って辛いので、だから結構夏のパン屋さんとかはフルーツサンドを中心に展開したりとか、あとはね、辛いパンを夏の期間限定でね、作ったりしてるそうですね。で、今回もね、なるべく口の中の水分をね、奪われないような軽い生地の配合にしてます。ベタベタする生地でもね、やっていくうちに必ずまとまってくるので。やっぱり発酵機を持ってない方とかは、夏時期の暖かい時期の方がパンはね、スムーズに作れますね。やっぱりそのね、膨らんだ発酵するね、楽しさっていうのが一番感じやすいかなと思います。今こね始めてね、5分ぐらい経ったところなんですけども、だいぶね、生地弾力と硬さが出てきました。で、特に今回みたいなね、まとまりづらい生地のこね方で注意することは、なるべく生地を潰すときに伸ばしてたくさん集めてグッと押すことですね。で、結構ね、粉っぽさなくて弾力が出てきたらバターを入れていきます。ちょっと混ざりやすいようにね、簡単にざっくり切って生地の中入れていきます。で、これ固形のバターを練り込んでいきたいので、夏の時期は冷蔵庫に入れっぱなしでいいです。溶けちゃうとね、どうしても油が浮いてきてしまうので、夏場の生地作りのポイントは生地の温度を上げすぎないっていうことをね、念頭に置いてください。で、バターは生地のつながりをね、滑らかにしてくれます。なのでビヨーンとね、伸びやすい生地になるんですね。この生地を使ったパンはね、よく膨らんだりとか柔らかい食感になります。で、ちょっと叩きましょうかね、この生地ね。では柔らかくて伸ばしてもね、あんまり手応えがない生地の時に叩きます。叩き方、横の部分を手のね、指先で引っ掛けて持ち上げます。このまま手首のスナップでトンと返します。半分に折って、折ったこの部分からまた持ち上げてトン、折る、トン、折る、この繰り返しですね。トン、折る、トン。こうすることで必要以上にね、力をかけずに柔らかい生地でもつなげることができます。ではこれはだいたい30回ぐらいやっていきましょう。
はい、それでは終わりました。生地の状態見てみましょうか。表面がね、つるっとしてると思います。そして押した時弾力あって修復します。あとは生地の端っこを切り取ってつながりを確認してみます。これグルテン膜チェックって言って伸ばしてみて薄い膜が張ればね合格です。やっぱりね、卵とバターを使う生地って薄い膜が張るんですよ。これもバッチリ。そしたらじゃあこれは発酵に入れていきますね。では元のボウルにね生地戻してラップで乾燥しないようにしてから大きさが2倍ぐらいになるまでね暖かいところで休ませていきます。この夏の時期だったら別にね室温とか外のね直射日光当たらないとことかでも OK です。では発酵に行ってきます。はい、それでは生地の発酵が終わりました。大きくなってますね。そうしましたら発酵状態チェックしていきますね。指に強力粉つけて、生地めがけてブサッと刺します。スッと抜いた時にこの穴が塞がりきらなければ発酵が良好ですね。これはね、バッチリ OK です。そうしましたら全体ね、軽く粉打ってガス抜きします。この溜まってるのは二酸化炭素でね、これ抜いてあげると酸素が戻ってイーストの発酵が促進されます。では生地取り出して、今回ちょっと大変なんですけれども15等分に分けていきます。ここ 30g なのでどれくらいかな。それではね、15等分できましたので丸め直していきますね。例えばこんな感じでグラム合わせでね生地くっつけたやつは細かいのはねちょっと内側に包んでほしいんですね。内側包み込んでなんとなくね丸くした後にでは熊の手作ります。でこのまま生地の上にかぶせて15センチぐらいのね円を描くように動かしていきます。この時イメージしていただきたいのは指の腹の部分、親指のこのね腹の部分、これが生地と台の間の部分に入っているようなイメージで転がしていきます。そうするとこうパッと持ち上げた時ね表面がつるっと滑らかに綺麗になりますよね。でも裏側はちょっとしわ寄せが来てるのでここは軽くね目立たないようにつまんで、つまんだとこ下にしてね置いておきましょう。これを全部ねやっていきましょう。はい、それでは15個ね丸め終わりました。でこの後伸ばしていくんですけれども、今の段階だと生地が引き締まってて伸びづらいです。なので15分ほど休ませて柔らかくなったところで成形していきますね。じゃあ生地乾燥しないようにねラップか濡れ布巾かぶせておいて、また15分後作業開始します。はい、それではベンチタイム終わりましたので成形していきますね。休ませるとね生地は柔らかくなります。結構くっつきやすいのでね、その都度打ち粉軽くね振っていただいて、で生地伸ばしていきます。これまん丸ですね。ハムの大きさがあると思うのでハムの大きさに合わせて丸く広げていきましょう。ハムは軽くねペーパーで水気を取ってから重ねていきます。これをあと4個やります。では5枚分ねハムができたらこれをつなげていきます。つなげ方はだいたい半分ぐらいが重なるように、次の生地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 、こんな感じですね。そうしましたらこちら側から巻いていきます。いい感じです。そしたらこれは真っ二つにカットしますね。ここかな、ぐさっとこの切った断面下に向けてこっち上に向けるとこんな感じでねお花になります。ちょっとこれね広げたりするといいかなって思います。こんな感じですね。これお弁当のアルミとかに乗っけておけばね発酵も楽々いきます。これをじゃあやっていきましょう。これはねアレンジで巻くときにチーズとか入れても美味しいですよ。あんまりいっぱい入れすぎちゃうとね溢れちゃうのでちょっと控えめの方が成形はしやすいですね。こちらから巻いていきます。くるくるぐさっと一思いにね。
断面目向けると、おー、バラー。これ1個のパンにつきハムが2枚半入ってるので、ボリューミーですね。嬉しい。これは乾燥したにラップかけて、このままね、発酵ですね。では、2回目の発酵に行ってきます。それでは発酵がある10分ほど前に予熱を準備しておきましょう。砂糖。はい、それでは発酵が終わった生地ですね。しっかりとボリュームが出てます。もうとってもふわっふわで柔らかいですね。そしたら、生地作りでね、使った卵余ってるので、今日は上に塗って焼いていきたいと思います。これを塗ることでね、きつね色に綺麗に焼き色がついて、美味しそうな見た目をね、演出できます。演出できるっていうか、実際美味しいと思います。それでは、卵もね、まんべんなく塗れたので焼いていきます。いってきます。はい、それでは、いってらっしゃい。美味しくなって帰ってきてね。スタート。それでは、パンが焼き上がりました。いい香り。それでは仕上がりはこんな感じになってます。美味しそう。ちゃんとバラみたいな形してますね。可愛らしいですね。では、粗熱取れたら熱食してみたいと思います。はい、それでは本日はバラのような成形でハムロールを作ってみました。見た目にも結構可愛いですよね。でそこまで成形は難しくないのでね、パン作り初心者の方でも楽しんでできるかなっていうパンになってます。ちなみにハムもたくさん入ってます。じゃあ味見をしてみます。いただきます。うまい。これ外側から内側までね、ハムがぎっしり入ってるので、もうどこ食べてもね、ハムの肉感がします。お肉の甘みもします。で、生地もね、今回軽い食感を目指して作ったんですけども、それもとってもね、ハムと相性よくできてますね。とってもおすすめのレシピになっているので、ぜひ試してみてください。はい、それでは本日の動画はいかがでしたでしょうか？作ってみたいなとか食べてみたいな、成形参考になったなって思った方、ぜひチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼します。